未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、将来必ず直面するであろう、科学、権力、霊的進化の相互作用について考えてみます。歴史を通じて、科学技術の進歩は人類を前進させ、社会や経済を再構築し、私たちの生活様式に革命をもたらしてきました。しかし、これらの進歩は、特に少数の者への権力と影響力の集中に関して重大な課題ももたらしました。私たちが科学的及び技術的に進歩し続けるにつれて、これらの発展と並行して、私たちの精神的及び倫理的理解も同時に進歩しなければならないことが、ますます明らかになってきています。霊的な進化に失敗すると、私たちは自己破滅の道に陥る可能性があり、そこでは権力と支配の必要な追求が、最終的には人類の存在そのものを生み出します。この包括的な探求では、科学、権力、精神的進化の間の複雑な関係、そして全ての人にとって持続可能な未来を確保するために、技術の進歩と道徳的及び倫理的な成長のバランスを取ることが不可欠であることを掘り下げます。1、科学と権力の結びつき。初期の文明から現代に至るまで、科学は権力の力学と絡み合い、多くの場合、支配と制御のツールとして機能してきました。火を使いこなすことで、初期の人類は他の種よりも優位に立つことができ、一方、農業の利用により、組織化された社会の確立が可能になりました。技術が進歩するたびに、その知識を持った人々が他の人々に大きな影響力を行使しました。例えば、産業革命は前例のない経済成長をもたらしましたが、同時に裕福なエリート層と労働者階級との格差も拡大し、科学の進歩と社会経済的権力構造との間に本質的なつながりがあることが浮き彫りになりました。現代社会では、人工知能、バイオテクノロジー、データ分析などの分野の進歩により、この関係はさらに拡大しています。これらの分野をリードする企業や政府は、膨大な量のデータとリソースを蓄積し、その優位性を強化し、世界的な発展の方向性を形成しています。さらに、科学的ブレイクスルーの追求には、多額の財政投資が必要となることが多く、知識の私有化や阻害されたコミュニティが、イノベーションの恩恵を享受できないことにつながります。このように、科学は生活を豊かにし、差し迫った課題を解決する可能性を秘めていますが、権力と利益のために科学を利用することは無視できない倫理的懸念を引き起こします。2、霊的進化の必須事項。歯止めのない科学の進歩がもたらす結果に直面すると、人類が直面する複雑な問題に対処するには、技術的な解決策だけでは不十分であることが明らかになります。物質的な進歩を超えて、共感、思いやり、相互のつながりに基づいた精神的及び道徳的成長に対する深いニーズが存在します。精神的な進化には、伝統的な宗教から世俗的な哲学に至るまで幅広い信念と実践が含まれており、それらはすべて自己と宇宙における私たちの位置についてのより深い理解を養うことを目指しています。精神的な進化の革新はエゴ主導の欲望を超越して、すべての個人の固有の尊厳と価値を認識する全体的な世界観を受け入れることを私たちに要求することです。それは私たちに権力と地位の必要な追求に疑問を投げかけ、代わりに集団の幸福と環境管理への移行を促します。さらに、霊的な知恵は人間の行動と意思決定についての貴重な洞察を提供し、逆境に直面した際のより大きな共感と協力を育みます。
科学技術の進歩という文脈では、精神的な進化は重要なバランスとして機能し、制約のない進歩がもたらす潜在的な破壊的な結果を和らげます。新しいテクノロジーの設計と実装に倫理的考慮事項を組み込むことで、イノベーションが私たちの共通の価値観と願望と確実に一致するようにすることができます。さらに、霊的に目覚めた社会は分裂をもたらす紛争ではなく、対話と合意形成を促進し、新興テクノロジーによってもたらされる道徳的ジレンマをうまく乗り越える能力を備えています。3. 総合的なアプローチを養う。科学の進歩と霊的進化の間で調和の取れたバランスを達成するには、個人、コミュニティ、組織をあらゆるレベルで関与させる多面的なアプローチが必要です。教育はこの取り組みにおいて中心的な役割を果たし、ますます複雑化する世界をナビゲートするために必要な知識と批判的思考スキルを人々に与えます。科学的リテラシーを倫理的探求と精神的反省と統合することによって、私たちは全ての生命の相互関連性と技術の進歩に伴う責任について、より深い認識を育むことができます。さらに、科学コミュニティ内で多様性と包括性を促進することは、開発と研究において幅広い視点が確実に考慮されるようにするために不可欠です。新しいテクノロジーの導入。公平性と代表性を積極的に促進することで、科学研究における偏見と差別のリスクを軽減し、すべての人にとってイノベーションの恩恵を最大化することができます。制度レベルでは、政策立案者はテクノロジーの倫理的使用を優先し、権力の乱用を防ぐ規制とガバナンスの枠組みを制定する必要があります。これには、データプライバシーとサイバーセキュリティに関する国際標準の確立や、研究実践における透明性と説明責任の促進が含まれる場合があります。さらに、政府、業界、市民社会間の協力を促進することで、科学的知識の責任ある開発と普及を促進し、公平性と社会正義の向上を促進できます。結論として、科学、権力、霊的進化の絡み合った性質は、21世紀の課題に対処するための総合的なアプローチの必要性を強調しています。科学技術の進歩は人間の幸福を向上させる大きな可能性を秘めていますが、倫理的な反省と道徳的成長が伴わない場合、重大なリスクももたらします。私たちが共有する人間性と全ての生命の相互つながりについての理解を深めることで、私たちは科学の力をより大きな利益のために活用し、将来の世代に持続可能な未来を確保することができます。科学の進歩と精神的な知恵を統合する協調的な努力を通じてのみ、私たちは現代世界の複雑さを乗り越え、より公平で思いやりのある社会への道を切り開くことができます。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また、コメント欄へ色々なご意見をお聞かせください。素人の考えでも、将来の科学者のインスピレーションをかき立てるかもしれません。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。